裏世界ラボ。おはようございます。おはようございます。俺の名は牧村豊、暴力団今川組幹部だ。もともとは一般企業のつもりで事務職で入社したのだが、その一般企業が実は暴力団のフロント企業であり、仕事を始めてからここが暴力団であることに気づいた。辞めたくて仕方がなかったのだが、どうしてもそれを言い出せず、ついうっかり本物のヤクザになってしまい、しかもうまく金儲けをしたせいで幹部にまでなってしまった。しかも今うちの組は構想中で、先日ついに道具、すなわち拳銃まで渡されてしまった。ニートだったあの頃に戻りたい。そんなある日のこと、今日からよろしくお願いします。小塚です。俺と同じフロント企業の名前に騙され、事務方の新人が入ってきた。もしこいつが使えるやつだったら、俺が抜けても問題なくなるんじゃと俺は期待したが、しかしくそ、レア出ねえじゃん。仕事中にスマホゲームをするわ、昼寝はするわでろくなやつじゃなかった。てっきりすぐに追い出されるかと思ったが、小塚の行動に不満そうな顔をしても誰も何も言わなかった。小塚を誰も叱らない理由はすぐに分かった。組の構成員も事務方もなり手が少なすぎるのだ。だから小塚のようなやつでも辞められるのは困るわけだ。最近の町の不良はそのまま半グレや反社になり、暴力団は今や完全に不人気商売で、構成員は全然増えない。だからといってフロント企業で騙して新人を入れても、暴力団絡みと分かればすぐに辞めてしまう。それを強引に引き止めると今度は警察に捕まる。だから組は常に人手不足だった。今にして思えば俺は頑張りすぎたんだよな。ヤクザの事務所って知って結果出さなきゃ殺されるくらいに思ってたけど、結果出したせいで逆に抜けられなくなってんじゃねえか、俺のバカ。しかしフロント企業で騙さないと人が増えない理由も分かるっちゃ分かるんだよな。暴力団は強烈な体育会系で、上下関係に恐ろしく厳しい。幹部扱いの俺も出勤すれば皆が立ち上がって挨拶をしてくれるし、靴を脱いでおけば帰る時には磨かれていたりする。俺はフロント企業から事務員、構成員、組幹部へとある意味超出世コースだったので、こういう下積みはしていなかったが、人材不足を補うために他の組から回されてきた下っ端構成員や新たに入った若手はかなり厳しく教育されていた。こんなの下手な運動部より厳しいよ。ここでやっていけるなら自衛隊でもやっていけるよ。そりゃ組員になるより半グレの方が楽だよな。ただ暴力団という組織そのものに憧れて入ってくる人間も稀にはいたし、以前は対立気味だった反社半グレと暴力団も最近はその垣根が曖昧で、反社企業のケツ持ちを暴力団が請け負うこともあったりして、反社半グレから暴力団に流れてくる者もいないわけではなかった。でもこの人ら怖いんだよな。近寄りたくない。そして暴力団にはそれぞれの流儀というか考え方などがあるらしいが、うちの組は古臭い方らしく、なぜかうちの組事務所には、おい牧村、昼飯まだだろ。カレー食ってくか。カレーやおにぎり、菓子パン、インスタント食品が常備されていた。これらを用意するのは下っ端ではなく中堅以上の上役の仕事だそうだ。昔のヤクザは要するに食い詰めた町のはぐれ者たちの受け皿で、組の構成員を物理的に食わせるのは組長の見栄や義務でもあったのだとか。どれだけ金に困っても組にさえ行けば何か食わせてもらえると、そういう形で組を頼る構成員も昔は少なくなかったそうだ。今の時代他の組でこういうことをやってるところがあるかは知らないが、現在服役中の前の組長は組には常にすぐ食べられるものを用意していて、若頭の野口さんは若い頃に随分助かったのだとか。そしてその習慣を若頭は引き継いでいた。だけどわざわざ野口さんが料理しなくたって。何言ってんだよ。カレーは大きい鍋で手作りするからうまいんだぞ。すげえ怖い人なのにこういうとこもあるんだよな、うちの若頭。でもこういう変にアットホームな空気感、気に入るやついるだろうが嫌がるやつもいるだろうな。このカレーめっちゃうまいです。なんか不思議なコクがあって。コンビーフ入れたんだよ。面白いだろ。コンビーフ、煮込んだビーフカレーみたいですよ。ちょっと持って帰るか。タッパー入れてやるよ。米もあるぞ。って馴染んでる場合じゃねえよ。どうしたらやめられるんだよ。俺はそんな感じで悩んでいたわけだが、事務員で入ってきた小塚はといえば、牧村さんもフロント企業で就職してから暴力団って気づいた口でしょ。正直やってらんないっすよね、などと話しかけてくるので困っていた。いやそんなことないよ。だって牧村さん全然他の人らと空気違いますよ。幹部とか言われてても炭も入ってねえし、
給与と待遇は結構いいですけど、騙して入れるって詐欺じゃねえすか？それな。どうしよっかな。適当なとこで抜けないと逃げらんなくなりそうだしな。なんだったら一緒に逃げません？弁護士通すとか警察行けば辞めさせてもらえるでしょ。小塚の言葉は魅力的だった。だが俺結構犯罪行為に加担しちゃってるからな。最初に作った出会い系サイトだって桜だらけで違法だし、最近は闇カジノの経営も手伝ってるし、しのぎでかなり結果出しちゃってるからやばいよな。どうすればいいかわからず、かといってこのままでいいとも全く思えず、悩んでいる間にも以前から続いていた抗争が激化していた。俺が所属している今川組は大番組という大きな組織の傘下なのだが、その大番組の中でも小倉庵派とこしあん派という派閥があり、以前から争っていた。この間親父が鉄砲玉になったけん、本当は小倉庵派が鉄砲玉を出すはずだったのに、うちの組に押し付けやがったんだ。許すことはできねえ。うちはこしあん派につく。そしてなんと牧村、あいつに道具持たせて小倉庵派を脅させてこい。あいつって小塚ですか？小塚はうちが暴力団であることを知っても辞めてはいないが、ただの事務員であり組員ではない。その上現段階では悪事らしき悪事に加担はしていない。しかしそこをうまく、ここで働いている以上お前も悪事に加担しているとみなされると騙し、さももう後がないように追い込んで襲撃させろというのが若頭の話だった。いやでもそういうことは構成員にやらせるんじゃ。いざって時のために組員は残しときてんだよ。それにあいつ辞めようとしてたんだろ。それなりの給料払ってやってたんだ。ただで辞めさせんのはもったいねえ。そのくらい泥かぶらせてやれ。わかったな牧村。騙すとか脅すとかそんなことしたことないよ。嫌ですって言われたらどうすりゃいいんだ。そもそも親以外の他人に何かを命令したこともないよ。この間までニートだったんだぞ。もうほんと暴力団嫌だ。悪い人ばっかりだ。怖すぎる。でもどうしたら。俺は悩みに悩んだ。そして自分で小倉庵派の事務所を襲撃した。戻って若頭にその話をすると、撃った組員撃ったのお前が？だって拳銃で脅してこいって。そういう時は門とか壁でいいんだよ。人撃っちゃったのかよ。つーかなんで自分で行くんだよ。超武闘派か？これだから素人上がりは嫌なんだよ。素人の方が限度知らねえから。もう仕方ねえからお前自首してこい。こんなん隠し通せねえよ。俺警察に捕まんの？でも初犯だし拳銃で人撃っちゃったけど、きっと執行猶予つくよな。大丈夫だよな。俺は供述の仕方や裁判の対応、刑務所の生活の仕方だのなんだのと、そういったあれこれを若頭と組の弁護士に叩き込まれた上で出頭した。そしてあっさり執行猶予なしの懲役5年を求刑された。懲役5年って5年？俺5年刑務所入るの？嘘だろ？だってついこの間までニートだったんだよ。ニートやってると警察に捕まるんだっけ？ニート罪ってあった？現実を受け入れるのに少し時間がかかったが、刑務所の中は平和だった。刑務所内でも色々人間トラブルはあるようだが、俺は一応組員という肩書きがあったのでいじめられる側にはならずに済んだ。それにここにいる間はしのぎがどうこうだの抗争がどうこうだの怖いこともない。淡々と早寝早起きで刑務作業をこなすだけ。ここに5年か。最初は嫌だと思ってたけどまあいいか。それに冷静になってある意味これはチャンスかもしれないと思った。俺が出所する頃には現在服役中の今川組長も組に戻ってる。あの組長なら泣き落としすれば組を抜けさせてもらえる気がする。というかむしろ5年もすればみんな俺のことなんて忘れてるんじゃないか。出所してスルッと消えることができるんじゃないか。俺は慣れない刑務作業に励みながら出所後の逃亡計画を企てた。しかし牧村さんが俺をかばって自分で襲撃に行ったって聞きました。そのお気持ちお覚悟に感謝の言葉もありません。俺のためにそこまでしてくれた人は親以外では牧村さんが初めてでした。牧村さんが戻るまで牧村さんの仕事は俺が引き継ぎます。みんなで帰り待ってます。どうかお元気で。何この手紙、すごい美談にされてない？つーか戻らないよ。出所の日に迎えに来るとかないよね。絶対やめてくれよ。俺は問題もなく刑務所の中で過ごしているので早めに仮出所ももらえそうなのだが、その仮出所の日を組に伏せられるのかどうかが現在の俺の最大の悩みとなっている。子供部屋に戻りてー。
ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。